桜の森の満開の下。坂口安吾。桜の花が咲くと、人々は酒をぶら下げたり団子を食べて、花の下を歩いて、絶景だの春爛漫だのと浮かれて陽気になりますが、これは嘘です。なぜ嘘かと申しますと、桜の花の下へ人が寄り集まって酔っ払ってゲロを吐いて喧嘩して、これは江戸時代からの話で、大昔は桜の花の下は恐ろしいと思っても、絶景だなどとは誰も思いませんでした。近頃は桜の花の下といえば、人間が寄り集まって酒を飲んで喧嘩していますから、陽気で賑やかだと思い込んでいますが、桜の花の下から人間を取り去ると恐ろしい景色になりますので、能にも去る母親が愛児を人さらいにさらわれて子供を探して発狂して、桜の花の満開の林の下へ来かかり、見渡す花びらの影に子供の幻を描いて狂い死にして、花びらに埋まってしまうという話もあり、桜の林の花の下に人の姿がなければ恐ろしいばかりです。昔、鈴鹿峠にも旅人が桜の森の花の下を通らなければならないような道になっていました。花の咲かない頃はよろしいのですが、花の季節になると、旅人はみんな森の花の下で気が変になりました。できるだけ早く花の下から逃げようと思って、青い木や枯れ木のある方へ一目散に走り出したものです。一人だとまだ良いので、なぜかというと、花の下を一目散に逃げて、当たり前の木の下へ来ると、ほっとしてやれやれと思って済むからですが、二人連れは都合が悪い。なぜなら、人間の足の速さは各人各様で、一人が遅れますから、おい、待ってくれ。後から必死に叫んでも、みんな気違いで、友達を捨てて走ります。それで、鈴鹿峠の桜の森の花の下を通過した途端に、今まで仲の良かった旅人が仲が悪くなり、相手の友情を信用しなくなります。そんなことから、旅人も自然に桜の森の下を通らないで、わざわざ遠回りの別の山道を歩くようになり、やがて桜の森は街道を外れて人の子一人通らない山の静寂へ取り残されてしまいました。そうなって何年か後に、この山に一人の山賊が住み始めましたが、この山賊は随分むごたらしい男で、街道へ出て情け容赦なく着物を剥ぎ、人の命も絶ちましたが、こんな男でも桜の森の花の下へ来ると、やっぱり恐ろしくなって気が変になりました。そこで山賊はそれ以来、花が嫌いで、花というものは恐ろしいものだな。なんだか
嫌なものだ。そういうふうに腹の中ではつぶやいていました。鼻の下では風がないのに、ゴーゴー風が鳴っているような気がしました。そのくせ、風がちっともなく、一つも物音がありません。自分の姿と足音ばかりで、それがひっそり冷たい、そして動かない風の中に包まれていました。花びらがポソポソ散るように、魂が散って、命がだんだん衰えていくように思われます。それで目をつぶって何か叫んで逃げたくなりますが、目をつぶると桜の木にぶつかるので、目をつぶるわけにもいきませんから、一層気違いになるのでした。けれども、山賊は落ち着いた男で、後悔ということを知らない男ですから、これはおかしいと考えたのです。一つ来年考えてやろう。そう思いました。今年は考える気がしなかったのです。そして来年花が咲いたら、その時じっくり考えようと思いました。毎年そう考えて、もう十何年も経ち、今年もまた、来年になったら考えてやろうと思って、また年が暮れてしまいました。そう考えているうちに、はじめは一人だった女房がもう7人にもなり、8人目の女房をまた街道から女の亭主の着物と一緒にさらってきました。女の亭主は殺してきました。山賊は女の亭主を殺すときからどうも変だと思っていました。いつもと勝手が違うのです。どこということはわからぬけれども、へんてこで、けれども、彼の心は物にこだわることになれませんので、その時も格別深く心に留めませんでした。山賊は、はじめは男を殺す気はなかったので、身ぐるみ脱がせて、いつもするようにとっととうせろと蹴飛ばしてやるつもりでしたが、女が美しすぎたので、ふと男を切り捨てていました。彼自身に思いがけない出来事であったばかりでなく、女にとっても思いがけない出来事だった印に、山賊が振り向くと、女は腰を抜かして彼の顔をぼんやり見つめました。今日からお前は俺の女房だ、と言うと、女はうなずきました。手を取って女を引き起こすと、女は歩けないからおぶっておくれ、と言います。山賊は承知承知と、女を軽々と背負って歩きましたが、険しい上り坂へ来て、ここは危ないから降りて歩いてもらおう、と言っても、女はしがみついて、いやいや、いやよ、と言っておりません。お前のような山男が、苦しがるほどの坂道を、どうして私が歩けるものか、考えてごらんよ。そうかそうか、よしよし、と、男は疲れて苦しくても好機嫌でした。でも、一度だけ降りておくれ。私は強いのだから苦しくて一休みしたいというわけじゃないぜ。
目の玉が頭の後ろ側にあるというわけのものじゃないから、さっきからお前さんをおぶっていても、なんとなくもどかしくて仕方がないのだよ。一度だけ下を降りて、かわいい顔を拝ましてもらいたいものだ。いやよいやよ、と、また、女はやけに首ったまにしがみつきました。私はこんな寂しいところに一時もじっとしていられないよ。お前の家のあるところまで一時も休まず急いでおくれ。さもないと私はお前の女房になってやらないよ。私にこんな寂しい思いをさせるなら、私は舌を噛んで死んでしまうから。よしよし、わかった。お前の頼みは何でも聞いてやろう。山賊はこの美しい女房を相手に未来の楽しみを考えて溶けるような幸福を感じました。彼は威張り返って肩を張って前の山、後ろの山、右の山、左の山、ぐるりと一回転して女に見せて、これだけの山という山がみんな俺のものなんだぜ、と言いましたが、女はそんなことには点で取り合いません。彼は意外にまた残念で、いいかい、お前の目に見える山という山、木という木、谷という谷、その谷から湧く雲まで、みんな俺のものなんだぜ。早く歩いておくれ。私はこんな岩こぶだらけの崖の下にいたくないのだから。よしよし、今にうちに着くととびきりのごちそうをこしらえてやるよ。お前はもっと急げないのかえ？走っておくれ。なかなかこの坂道は俺が一人でもそうはかけられない難所だよ。お前も見かけによらない育児なしだね。私としたことがとんだ解消なしの女房になってしまった。ああ、これから何を頼りに暮らしたらいいのだろう。何をバカな。これぐらいの坂道が。ああ、もどかしいね。お前はもう疲れたのかえ？バカなことを。この坂道を突き抜けると、しかもかなわぬように走ってみせるから。でも、お前の息は苦しそうだよ。顔色が青いじゃないか。何でも物事の始めのうちはそういうものさ。今に勢いの弾みがつけば、お前が背中で目を回すぐらい早く走るよ。けれども山賊は、体が節々からバラバラに分かれてしまったように疲れていました。そして、我が家の前へたどり着いた時には、目もくらみ、耳も鳴り、しわがれ声の一切れを振り絞る力もありません。家の中から7人の女房が迎えに出てきましたが、山賊は石のようにこわばった体をほぐして、背中の女を下ろすだけで精一杯でした。7人の女房は今までに見かけたこともない女の美しさに打たれましたが、女は7人の女房の汚さに驚きました。7人の女房の中には、昔はかなり綺麗な女もいたのですが、今は見る影もありません。女は薄気味悪がって、男の背へ退いて、この山女は何なのよ。これは俺の昔の女房なんだよ。と男は困って、昔のという文句を考えついて加えたのは、とっさの返事にしてはよくできていましたが、女は容赦がありません。まあ、これがお前の女房かえ？それはお前。
俺はお前のような可愛い女がいようとは知らなかったのだからね。あの女を切り殺しておくれ。女は一番顔形の整った一人を指して叫びました。だってお前、殺さなくっとも、女中だと思えばいいじゃないか。お前は、私の亭主を殺したくせに、自分の女房が殺せないのかえ？お前はそれでも、私を女房にするつもりなのかえ？男の結ばれた口からうめきが漏れました。男は飛び上がるように人踊りして、刺された女を切り倒していました。しかし、息つく暇もありません。この女よ、今度は。それ、この女よ。男はためらいましたが、すぐずかずか歩いて行って、女の首へざくりとダンビラを切り込みました。首がまだコロコロと止まらぬうちに、女のふっくら艶のある透き通る声は、次の女を指して美しく響いていました。この女よ、今度は。指さされた女は両手に顔を隠して、キャーという叫び声を張り上げました。その叫びに振りかぶって、ダンビラは宙をひらめいて走りました。残る女たちはにわかに一時に立ち上がって四方に散りました。一人でも逃したら承知しないよ。藪の陰にも一人いるよ。上手一人逃げていくよ。男は決闘を振り上げて山の林を駆け狂いました。たった一人逃げ遅れて腰を抜かした女がいました。それは一番醜くてびっこの女でしたが、男が逃げた女を一人余さず切り捨てて戻ってきて、無造作にダンビラを振り上げますと、いいのよ、この女だけは。これは私が女中に使うから。ついでだからやってしまうよ。バカだね。私が殺さないでおくれというのだよ。ああ、そうか。本当だ。男は決闘を投げ捨てて尻餅をつきました。疲れがどっとこみ上げて目がくらみ、土から生えた尻のように重みが分かってきました。ふと静寂に気がつきました。飛び立つような恐ろしさがこみ上げ、ぎょっとして振り向くと、女はそこにいくらかやるせない風情で佇んでいます。男は悪夢から覚めたような気がしました。そして目も魂も自然に女の美しさに吸い寄せられて動かなくなってしまいました。けれども男は不安でした。どういう不安だか、なぜ不安だか、何が不安だか、彼にはわからぬのです。女が美しすぎて、彼の魂がそれに吸い寄せられていたので、胸の不安の波立ちをさして気にせずにいられただけです。なんだか似ているようだな、と彼は思いました。似たことがいつかあった。それは、と彼は考えました。ああ、そうだ、あれだ。気がつくと彼はびっくりしました。桜の森の満開の下です。
あの下を通るときに似ていました。どこが何がどんな風に似ているのだかわかりません。けれども何か似ていることは確かでした。彼にはいつもそれぐらいのことしかわからず、それから先はわからなくても気にならぬたちの男でした。山の長い冬が終わり、山のてっぺんの方や谷のくぼみに木の陰に雪はポツポツ残っていましたが、やがて花の季節が訪れようとして、春の兆しが空一面に輝いていました。今年桜の花が咲いたらと彼は考えました。花の下に差し掛かるときはまだそれほどではありません。それで思い切って花の下へ歩き込みます。だんだん歩くうちに気が変になり、前も後ろも右も左もどっちを見ても上にかぶさる花ばかり。森の真ん中に近づくと恐ろしさにもうめっぽうたまらなくなるのでした。今年は一つ、あの花盛りの林の真ん中でじっと動かずに、いや思い切って地べたに座ってやろうと彼は考えました。その時、この女も連れて行こうか。彼はふと考えて女の顔をちらと見ると、胸騒ぎがして慌てて目をそらしました。自分の腹が女に知れては大変だという気持ちがなぜだか胸に焼け残りました。